この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、色のぶつかり合いが楽しいイラストですよね。ニベさんの作品、よそ見現金。可愛い女の子を描きたいと思って描きました。端末は iPad Air。ツールは IBIS Paint です。イラストレーターのラムさんのような全体的にパキッとした印象にしたかったのですが、色自体は強くてもいまいちパッとしないなと感じる絵になってしまい、あまりうまくいきませんでした。また今回の絵に限らないのですが、全体を見ても目線が散らばって見るところがわからない。言語化できないのですが、なんか変。加工がきついギュッと詰まったキャラクターが大きい構図ばかりなど、自分の絵に関して感じることが多く、このような場合の対策や改善方法、また気づくことができやすいポイントなどもご教授いただきたく存じます。改善できるところは全て教えていただけるととても嬉しいです。添削よろしくお願いします。添削してほしいポイントは、特にイラストの影や構図、バランスなど違和感があったり、今以上に改善できるところがあればよろしくお願いします。とのことです。まずですね、すごくキャッチーで目を引くイラストだなっていう風に思いました。主にイラストレーターのラムさんを参考にしたとのことだったんですが、意外とですね、誰かを参考にしてもキャッチーさっていうのはなかなか意識して出せるもんじゃないんですね。絵描きにとって一番大事な目をニベさんはすでに持っているなっていう風に感じました。すごいです。で、今回どこを添削していくかなんですけど、ニベさんもかなりストイックな方でですね、改善できるところは全て教えてっていう風におっしゃっていますので、僕がお伝えできるところはなるべく全て言っていきたいと思います。で、今回の一番のポイントなんですが、色ですね。というのもですね、ニベさんが抱えている問題、全体的にパキッとした印象にしたいということなんですが、色自体を強くしてもパッとしない感じになってしまう。これはですね、おそらくニベさんは色を誤解しています。その誤解について解説しつつ、パキッと強い印象にするにはどうすればいいのか解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずですね、色に入る前に体の違和感を取っていきましょう。キャッチーな絵を目指す時って結構体の構造から考えるんじゃなく、この部分に顔が来てほしいな、この部分には足の折れ曲がりが来てほしいなっていう風に二次元的な見方をしていく必要があるので、このね、描き方自体は合ってると思います。だから、こういう体の崩れ方をしてしまうのはすごくよくわかるんですが、もっと良くするには、ここから違和感だけを取り去っていく必要があるんですね。まずは修正しやすいように、これはお約束です。画面をね、広げていきましょう。はい、こんな風にですね、画面を若干広げた方が、体のつながりとかを意識するにはやりやすいですね。まずは、上半身の傾きを修正します。はい、修正前はですね、足に対してかなり無理して前かがみになっている感じだったので、少しだけ上半身を傾きを緩和しました。さらに向かって右肩、こっちですね、手前の肩を修正します。はい、少しね、肩を下げて自然な感じにしてみました。次はね、右手ですね。はい、右腕はですね、主に肘の位置です。肘が胴体よりも手前に来ていたので、すごくポーズが窮屈になっていました。肘を奥に直すことで窮屈さを和らげた感じです。そして胴体の部分、主にですね、服の裾の部分ですね。裾を描くことでどういう傾きになっているのかを意識しながら描いていきましょう。
はい、こんな感じ。で、次に下半身ですね。下半身は今描いた胴体の傾きに沿って不自然じゃない見え方に調整していきます。はい、こんな感じ。あとは、今ポーズを直したことによって結構ぶつ切りになってしまった、不自然になってしまった部分がありますから、そこをね、補完していきましょう。はい。ここまで全身描いたら、一旦トリミングでいいでしょう。トリミングして、再び構図の調整をしていきます。はい。どうでしょう。イメージはね、そんなに変えずに、ポーズの不自然さ、窮屈さだけを取ることができたと思います。こうやってね、広めに描いて、後でトリミングした方が、形の不自然さを取り去ることが簡単にできますし、構図も後から自由にね、変形したりして、調整できますよね。この描き方、覚えておいてください。で、ここからが今回の本筋、色について触れていきます。動画の冒頭にニベさんに僕が言った聞き捨てならない言葉を皆さん覚えてますか？僕はこう言いました。ニベさんは色に関して誤解していることがある。と。ニベさんはですね、色に関してコメントでおっしゃったように、おそらくラムさんを参考にされたんだと思うんですが、これ多分ですね、ニベさんはこう思ってると思うんですよ。ラムさんみたいにカラフルな色同士をぶつけ合えば、バキッと強い印象の画面になるって。でもね、これは半分間違いです。これあくまで僕から見てなんですけどね。僕から見て、ラムさん、確かにね、色の組み合わせもすごく巧みな方なんですが、その色の強さのインパクトに隠れて意外と見落としがちなのがですね、ラムさんって色以上に明度、明るさのコントラストのコントロールと無彩色の使い方がね、ものすごくうまいんですよ。この絵に取り入れるとしたら、例えばこうします。はい。ごめんなさい。ちょっとね、大胆な色の変更になっちゃうので、これね、解説するかどうかすごく迷ったんですが、思い切ってやっちゃいました。髪を無彩色の黒にしてみました。変更前は全てが鮮やかな色でしたが、こうやって無彩色を取り入れることによって、画面が一気に引き締まったのがお分かりいただけると思います。多分ですね、ニベさんが言っているバキッとした印象を作りたいっていうのは、ビビッドな色のぶつけ合いももちろんそうだと思うんですが、何よりもまず、この激しい明度変化、そして無彩色との思い切った切り替え。これによる印象が大きいと思うんですね。これはですね、改めてラムさんの絵観察してみるとわかると思います。ラムさんはですね、サイドの高い色とサイドの低い色、そして明るい色と暗い色とのこの切り替えがですね、めちゃくちゃうまいんですよ。ここに意識しつつ、さらに色を見直していってみましょう。次はですね、パーカーの色も少しだけ鈍くしていってみます。はい。パーカーのサイドも若干落としてみました。ちょっとね、これには特殊な理由があるんですが、これについても後で解説します。次はスカートの色も若干暗く落としていきます。
はい、スカートとあと奥の足も若干暗めに調整しました。さらに肌の影色ですね。これも少しだけ鈍くしていってみましょう。はい、肌色の影についても少しだけ鈍く調整しました。で、ここで背景の色をこうします。はい、どうでしょう。修正前は全体的に彩度が高い。だけど、なんとなく全体で見た時に鈍いような感じがした色が、修正後、無彩色と彩度を落とした色を織り交ぜることによって、パキッと印象的なシルエットが強調された感じ、お分かりいただけるんじゃないでしょうか。どうでしょう。今ですね、全体的に人物の彩度や明度を下げていったんですが、これはですね、狙いがあります。これは何かというと、肌色以外の色を意識的に沈めていくことによって、人物の中身、ポジティブシェイプじゃなくて、むしろバックの赤、ネガティブシェイプの方を強調したわけです。はい、見比べてみてください。後ろのね、赤がめちゃくちゃ印象的になったのがお分かりいただけると思います。こうすることによって疑似的な逆光の効果を作り出して絵をドラマチックに演出することができちゃうんですよ。これがですね、明度と無彩色を使ったマジックです。やばいでしょ。はい、ただこれだけだとですね、キャラクターの方がちょっと弱くなっちゃいました。見比べるとね、キャラクターの見た目の強さがこっちの方が上だと思います。ちょっとね、弱くなっちゃいましたよね。なのでここからはキャラクターの中身を局所的に強めていって、さらにね、印象をぐぐっと引き上げていくフェーズに移ります。ここからのね、変化がやばいんで見逃さないでくださいね。まずは髪の毛のハイライトをつけていきましょう。はい、こんな感じ。ちょっとね、全てをラムさんになぞらえていく必要はないんですが、今回はね、せっかくなので、ちょっと寄せていってみました。無彩色な中に鮮やかな色が突然あると、すごく印象的に見えますよね。さらにね、髪の毛の折り返しの部分にも、彩度が高い色を追加してみます。はい、こんな感じ。ちょっとね、黒い色だけだとどうしても立体感が分かりにくくなってしまいますので、弱めのハイライトでツヤも追加していきましょう。はい、これでね、立体感が分かりやすくなりました。最後に埋もれてしまった立体感を白い線で部分的に強調します。はい、こんな感じ。どうでしょう。髪の毛にメリハリができて、ネガティブシェイプの印象の強さで沈んでいたキャラクターが、ぐぐっと浮き上がってきた感じがお分かりいただけると思います。そしてさらにキャラクターを強調するために、目の描き込み、これをね、1段階アップしていきたいと思います。まずは、まつげですね。やってみます。はい、まつげもこんな感じで黒を使ってしっかりめに描き込みつつ、より細かい描き込みをしていっても効果的だと思います。そして目の中ですね。この黒目の部分、やってみます。
はい、目の中身もね、ラムさんを参考にしてみたんですが、こんな感じで幾重にも重なる動向によって、ここに視線を集中させる効果がありますね。次に、下まつげ。ここも少しだけ書き込みをアップしていってみましょう。はい、若干ね、下まつげを加えつつ、目尻の部分もこういう書き込みがあったので、この部分もですね、少しメイクっぽい感じに色を変えてみました。これでも目の印象を強められると思います。あとは細かいですけど、こんな処理もありですね。はい、白目を若干暗く落として白いハイライトを強調してみました。青の書き込みはこんな感じなんですが、ちょっと所々ね、雑な処理になってしまったので、少し調整します。はい。そしたらですね、最後に、この手前の文様なんですが、これね、気持ちはわかるんですよ。何かここに密度を足したい。あるいは手前に何かを持ってきて、奥行きを出したいっていうことだと思うんですけど、これはですね、画面にすでにある何かに置き換えてあげると、さらに効果的になると思います。例えばですね、髪の毛に置き換えてあげてもいいと思います。やってみましょう。はい、どうでしょう。こんな風に髪の毛を画面手前に横切らせても同じような効果が得られますね。あとはですね、他の髪と同じように折り返しの色を鮮やかにしてもアクセントになると思います。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、色の印象が変わったので、すごくね、変わったように見えると思います。どうでしょう。はい、じゃあ最初から見ていきましょう。最初はね、この状態です。今回のポイントはですね、特に色、無彩色と明度のコントロール。これにね、重きを置きつつ、ニベさんはイラストレーターのラムさんを参考に画面作りをされたということだったので、ラムさんの絵の分析を含めつつ添削をしてきました。まず最初はですね、体の不自然さを取っていきます。かなりね、狭い密度でトリミングされた画面だと、こんな風に、ちょっとね、体のつながりが不自然になってしまう場合があります。こんな時には、広くね、画面を取って、この中で体を調整していく。そうすることによって体の不自然さを取ることができるよというような話をしました。そして最後にトリミングですね。これによってかなりね、不自然さが手に取ることができます。そしたらですね、ここからがポイント。色使いですね。現時点では全ての色が鮮やかでね、全ての色がぶつかり合っている感じの印象だったんですが、これだとね、逆にぼんやりした印象になってしまいます。こんな時は無彩色、そして黒ですね。こういう彩度が低い色を意識的に織り交ぜていくことによって、彩度が高い色をより鮮やかにバキッと見せることができます。ただね、これだけだとキャラクターが沈んでしまいますので、こんな感じに狭い面積で鮮やかな色を足してあげる。これによってもね、よりビビッドな印象をキャラクターに持たせることができ、キャラクターをさらに浮き上がらせることができます。そしてあとは目の書き込みですね。ここに密度を持ってくることによって、もう一段階、キャラクターの印象を引き上げることができると思います。そして最後、この部分ですね。これは何かというと、最初の状態であったこの文様ですね。これがね、ただの文様だったものを、こんな風に紙に置き換えても、
自然に密度感をアップさせることができます。はい、今回の添削では色が中心の解説だったのですが、最初に体の修正をした時にその修正のポイントや具体的な方法まではね、詳しく解説しませんでした。こういったパキッとした絵柄で体に立体感を持たせる方法やコツについては、こちらの動画、気まぐれ添削31で詳しく解説しております。多分ね、見たことない人は、そんな書き方するの？で、びっくりするような書き方をしておりますので、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後に行ってみましょう。いつものやつ、気まぐれじゃんけんのコーナーです。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけん、ポン！それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。